こんにちは、めぐです。乳がんを告知されてから1年が経って、正直いつから発症していたかはわからないんですけど、告知された後に自分でいろいろ調べたり、主治医といろいろ話をして、いろいろ聞いて、もしかしたらあの頃からもう発症していたのかもという症状がいくつかあるので、一般的な乳がんの初期症状を4つと、私が個人的に感じた5つのことをシェアしていきたいと思います。まずは一般的な乳がんの初期症状から。しこりです。しこりイコール乳がんではないんですよ。乳腺の病気の可能性もあります。ただ、乳がんの初期症状で一番最初に思い浮かべる症状だとは思います。しこりにも良性のものと悪性のものがあって、柔らかくて触って動くものは良性で、硬くて触っても動かないものが悪性と言われています。でも正直これは見てもらわないとわからないと思います。自分では柔らかくて動くと思っても実は硬い部類に入るかもしれないですし、動いているのはしこりではなくて皮膚かもしれないです。私は最初は柔らかくて少ししてから硬くなって摘出する頃は2センチ以上でした。もっと放置していたらもっと大きくなっていたでしょうし、転移も脇だけでは済まなかったかもしれないので、しこりみたいなものを見つけたらそれがどれだけ小さくてもとにかく病院に行ってほしいと思います。胸だけでなく脇の下にしこりがあったら必ず病院に行ってください。次は痛みです。しこり自体が痛くなることはそんなにないみたいなんですけど、胸の周りだったり脇だったりに刺すような痛みやズキッとするような痛みがあったら迷わず病院に行ってほしいと思います。私は実は結構あったんですけど、いつも数秒程度で乳がんと結びつけることがなくて、大丈夫って根拠のない無駄な自信があったんですよ。結局は乳がんだったので、もっと自分の体から出ているサイン、SOS に気づいていればと、やっぱり少し後悔はしています。分泌物。私は全くなかったんですけど、検査の時に乳頭から分泌物は出ませんかと何度も聞かれました。私は妊娠の経験がないので、乳頭から何かが出てくる感覚はわからないんですけど、乳がんは片胸にできることの方が多いらしくて、片胸からのみ分泌物が出ると乳がんの疑いはあるみたいです。あとはそれこそ血が出てきたり茶色い液体が出てきた場合は胸にできてしまった癌から出てきた血が混じっている可能性があるので迷わず病院に行ってください。胸の変形。皮膚が引っ張られて引きつれることがあります。私も実際そうだったんですけど、くぼみのようなエクボのような、とにかく乳房の形が変わってしまって、私の場合は場所が悪くてそれで左胸を全摘出しました。胸は毎日朝晩チェックしていたんですけど、そこまで形が変わっていると思わなくて、告知されてからしっかり見たら、わーって感じでした。胸が左右非対称だったんですよね。もっとしっかり見ておくべきでした。脅かすつもりはないんですけど、しこり、痛み、分泌物、変形、一つでも当てはまったら病院に行ってほしいと思います。次に私が感じた5つのことです。生理不順。ひどい時は半年に1回しか生理が来なくて、何度病院で見てもらっても特に異常はない。多分ストレスが原因だと言われました。低用量ピルを飲んでいた時期もあったんですけど、飲んでようやく2ヶ月に1回は生理が来るようになるくらいで、ちょっとしたストレスでやっぱり遅れたりして、ピルをもらいに行くのも面倒で途中でやめたんですけど、とにかく生理はずっと不順でした。いつ来るんだろうと毎回思っていました。それがまたストレスになって遅れたりしていたかもしれないです。ようやく始まっても出血がほとんどなくて痛みだけがひどかったです。痛み止めを飲んでも全く効かなくて本当に起き上がれなくて仕事もよく休んでいました。でも生理と乳がんが関係しているなんて思ってもいなかったので、生理不順で乳がんになるのかとか調べたこともなかったですし、婦人科でも乳腺外科を勧められることはなかったので、関係ないのかなと思ったんですけど、ふと気になって主治医に聞いてみたら、私はホルモン受容体が陽性タイプの乳がんなので、もしかしたら関係していたかもしれないと言われました。風邪をよくひいていました。10年くらい前までは割と健康だったんですけど、本当に笑っちゃうくらいよく風邪をひくようになりました。治った瞬間からまたひいていました。夏とか冬だけではなくてもう一年中ひいていました。病変が体内にあることで免疫力が下がっていたのかもしれません。職場で誰かが風邪をひくと手洗い、うがい、マスクを徹底していたんですけど、真っ先に私が風邪をもらっていました。インフルエンザも予防接種を受けても毎年必ずなっていました。周りから体弱いよねっていつも言われていましたね。回復もなかなか遅かったです。平熱がとにかく低かった。
気がついたら平熱がすごく低くなっていて、常に35度台でたまに34度台だったんですけど、とにかく低すぎましたね。おかげで冷えとむくみが悩みの種でした。アレルギーもありましたね。手術をしてから36度台後半になって、低くて36度2分なのでだいぶ違いますね。やっぱり体温が低いと癌細胞も活発になると言われているので、これからも体質改善をして頑張って36度台後半をキープしたいと思います。熱がよく出ていた。ほぼほぼ毎週微熱がありました。平熱がそもそも34度台と低かったので、37度出ただけでも3度違ったのでなかなかきつかったです。割とすぐ下がるんですけど、またちょっとしたら熱が出て、また下がってをよく繰り返していました。病院に行って調べてもらっても風邪ではなくて、ただ単に発熱だったので、遅延熱的な感じでした。これは抗がん剤の副作用で免疫力が低くなった週にも必ず起こりました。やっぱり免疫力の低下はいろいろな病状や病気につながるので、体質改善頑張ります。胃の調子が悪かった。気持ち悪い時が本当に多くて、ちょっとしたことで胃が痛くなったり、胃液しか出ないんですけど割と毎日吐いていました。よく舌の上に白いブツブツ絶対ができると胃の調子が悪いって言うと思うんですけど、まさしくそれで常にブツブツがありました。もともと体が強い方ではなかったんですけど、10年くらい前から本当によく体調を崩して、いろいろな病院で見てもらったんですけど、結局どこが悪いかは見つけられなかったんですよ。でも去年乳がんを告知されて、いろいろ自分で調べて、それで主治医に聞いてみたら、どれも否定はできないと言われました。関係あるかもしれないし、関係はないかもしれない。でも可能性は確かにあると言われました。もちろん今私が挙げた症状があるからといって 100% 乳がんとは限らないんですけど、他にもしこりだったり、痛みだったり、分泌物が出たり、胸の変形があるという場合は、病院には必ず行ってほしいと思います。私は最初どこに行けばいいかわからなくてちょっと後回しにしてしまったんですけど、乳がんは婦人科ではなく乳腺外科に行ってください。乳がんは他のがんと比べると比較的見つけやすいとは思いますし、早期発見、早期治療で発見後から10年後の生存率は 90% 以上と言われています。昔みたいにがんイコール死ではないです。でも、がんに変わりはないですし、もし胸を取るってなったら非常に辛いです。だからこそ胸のセルフチェックをしてほしいですし、定期的な検診にも行ってほしいと思います。私はちょっと手遅れだったので、今更願っても祈ってもしょうがないんですけど、一人でも多くの方が胸のセルフチェックをして定期的な検診にも行ってくれれば、私がこうして発信する意味もあるかなと思えるので、めんどくさいと思わずに、自分は大丈夫だと思わずに、胸のセルフチェックをしてください。そして検診にも行ってください。お願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。今画面に出ている動画がおすすめです。メグでした。バイバイ。